金沢大学地球社会基盤学類教授の畑と申します。私の研究分野は大気環境工学というふうに自分では名前を付けておりまして、単純に言いますと大気汚染がテーマになっています。大気汚染っていうと、いろんなその有毒なガスとか有害なガスとかがすぐに思い浮かびますけれども、私の専門は浮遊粒子状物質といいまして、空気中の粒子小さすぎて見えないんですね。もう一つあと薄すぎて見えないですので、一つのやり方は測れるまで時間をかけて集めてくる、それはサンプリングというふうに呼んでいて、実際にやっているメインの手法の一つです。でもう一つはモニタリングといいまして、本当に小さいけれども数えることができる装置というのは存在しますので、実際には作ったり、そしてあるいは自分自身でそれを改良したりして、今ここにある粒子どのぐらいありますかというのを今知りたいという要求にも応えるようにしています。空気が汚いって言われたら、なんで汚いのかをすぐ知りたいですね。でそれを解決したい。その単純な一番最初の質問に答えるのが実はとても難しいというのがこの大気環境の難しさ、あと面白さです。5メートル先でタバコ吸っている人からも粒子が出ますし、10メートル先を走っている車からも出ますし、で1キロ離れたところで燃やしている野焼きからも出ますし、なんなら100キロ離れた、あるいは1000キロ離れたよその国からも粒子が飛んでくるからです。私たちが開発したのは、いろんな呼び方ありますが、私はナノ粒子サンプラーというふうに呼んでますけれども、大気中の粒子を吸い込みながらふるい分けをしていくつかの大きさに分けて、そして最終的にナノ粒子、100ナノメートルよりも下の粒子という非常に小さい粒子まで分けて取ることができるという装置です。でこれを最初に開発されたのは大谷先生と古内先生と水野さんという方、この方々が、この最後のナノ粒子を分離するフィルターのところで特許を持っておいてですね、私もその時一緒に開発に参加させていただきました。でそのご縁で金沢大学でその装置を作ることができますので、その方々と一緒に協力してですね作り、そして、非常に安価で作ることができるので、その東南アジアとか向こう側で資金を出せないという方々と一緒に組んで、でも向こうの方々も主体的に研究に参加できるという形で大気観測ができています。私は子どもの時大気汚染というのは四大公害とか急激な工業化と都市化がもたらしたものというふうに習ってきました。で今回私この過去10年間東南アジアそして日本でも研究をやって分かったのは、田舎の空気はきれいというのは嘘。この10年間でものすごく強く感じたことですね。意外とバイオマス燃焼が多い。バイオマス燃焼っていうのは木を刈った後燃やしたり、あるいはもう単純に焼き畑農業がまだ生きているので、ものすごい勢いで森林火災が発生したりします。それはもう衛星から見えるレベルであったりしますね。都市化されていないところで実は大気汚染は起こるというのの強い根拠になっています。でこれが実は世界的に見ると下手をすると工業や自動車よりも排出量としては多いというので、世界的な大気汚染の解決のためには東南アジアにターゲットを置いて研究をするというのは、その他の地域でもバイオマス燃焼起こってますので、そういうのの解決と調査のためにとても役に立っています。どうして汚いのか、どうして空気が汚れているのかというのが分かってしまえば、あとは発生源を抑えれば良いということになります。調べる方法も現地の方はそれが分かってくると、どうして汚いのかということについて私たちに教えてもらうんじゃなくて、自分たちで理解するようになりますね。でこれが一つとても大事なところだと思っていて、でもう一つは私学生時代からの専門は集塵技術といいまして、空気をきれいにする技術を主にやっておりました。工場を止めなくても誰かが何かをものすごく我慢しなくても空気をきれいにすることができるということを知っています。空気が汚いのはそこの方々がそれを知らないためなんですよ。ですので私としてはどうやったら空気を汚さないで済むのかというところまで現地の方々と共有して、そして現地の方がきれいな空気を吸うことができるようにしたいと思っております。